いつものように経典を読んでいると、強力なダウンフォースでマシンを路面に密着させる、という記述を見つけた。しかしご存知の通り、ミニ四駆のスピードとサイズだと、ボディ形状による空力はほとんど期待できない。水中の話なので空気中、つまり空力による走行への影響は誤差レベルだけど、水中では抵抗が大きいので、ボディ形状の違いが走りに大きく影響するはず。これは検証するしかない。ミニ四駆を水の中で走らせて大丈夫なのと思うかもしれないけど、非公式ながら、水四駆という競技があり、その界隈では躊躇なく水中を爆走しているのだ。というわけで検証を開始する。まずはコースの準備。以前池を作った時と同じ手法で行ってみよう。適当な木材を使って、四角い枠を作る。どこのご家庭にもある池用のシートをかぶせて、水を入れる。しばらく待てば、池、完成だ。ここにコースを沈めれば、水中ジャパンカップジュニアサーキット、完成だ。推進の都合でレーンチェンジ部分は陸地になっているけど、これはこれでよしとしよう。さて、次に検証用のマシン。今回はボディ形状の違いを比較したいので、フルカウルミニ四駆をたくさん用意した。ちなみにフルカウルミニ四駆、車種によってはリニューアル版が2023年でも売っているけど、そうでないキットはプレネで調達してきたぞ。比較方法は、全車種タイムアタックをして数字で比較する、というのが一番シンプルなのだけど、もう少し見応え的なものが欲しいので、水中最速トーナメントをやってみようと思う。色違いを省略するとボディの種類は26種類。コースは3レーンなので、あと1台あれば、予選9戦、準決勝3戦、決勝戦、で最速が決まる計算となる。ので、たまたま机の上にあったバックブレーダーに参戦してもらおう。これで全27台のトーナメントとなる。全部のマシンを組み立ててレースでも良いけど、モーターやパーツの個体差が影響しそうなので、こんな感じで準備した。共通で使えるものは同じものを使い回す作戦。ただし同時に走行できなくなるので、1台ずつ走らせて映像を合成する方式で行ってみる。ちなみに水中でのグリップ力を考慮してスポンジタイヤを、ギア比は基本4対1で、台形タイヤの時は5対1を使用。なお、途中でシールがふやけたり、剥がれてしまうかもしれないので、シールなしで走らせる。それと車種によってはサイドローラーが付けられないので、リアローラーで統一。フロントのゴムリングローラーも同様の理由でプラにしてある。もちろん電池は毎回新品に交換することで、なるべく差が出ないようにする。トーナメント表はこんな感じ。A グループはスーパーワンシャーシ。B グループはスーパーワンとスーパー FM シャーシ。C グループはスーパー TZ シャーシのマシン、となっている。これならシャーシ依存の差が大きかったとしても、決勝戦が全部同じシャーシという事態は防げる。早速レース開始、の前にボディなしで走らせてみる。ゴー。これは、タイヤが空転してしまい速度が出ない。さすがにこれを何レースも見続けるのはしんどいので、本戦は2倍速でお届けする。気を取り直して、A グループ第1レースはこの3台。第1コース、マグナムセイバー。第2コース、ソニックセイバー。第3コース、トライダガー X。スタート。最初に前に出たのはトライダガー X。レーンチェンジでさらに差をつけた。マグナムセイバーとソニックセイバーは横並びだったけど、インコースのソニックが少しリード。さらにトライダガーに追いつく。しかしレーンチェンジの陸に上がる部分でもたついてしまい、かなり遅れを取ってしまった。その間にマグナムがトライダガーを追い抜きトップに。レーンチェンジも問題なく通過。インコースからトライダガーが追い上げるも、マグナムセイバーが逃げ切り、トップでゴール。続いて、A グループ第2レースはこの3台。第1コース、スピンアックス。第2コース、プロトセイバー JB。第3コース、ビクトリーマグナム。スタート。さて、よく見ると映像が継ぎはぎのようになってしまっている。これは3台の走行映像を無理やり一つにしている弊害で、
私は映像編集はど素人なので、こんな感じになってしまうのだ。見づらくて申し訳ないけどこれで進めさせてもらう。おっとプロトセイバーがレーンチェンジで止まってしまった。残念ながらここでリタイア。1台減ると編集が楽になるぞ。さあスピンアックスのレーンチェンジはどうだ？スムーズにクリア。後ろのビクトリーマグナムに大差をつけてゴール。A グループの最後はこの3台。第1コース、ヴァンガードソニック。第2コース、ビークスパイダー。第3コース、ネオトライダガー PMC。スタート。華麗なスタートダッシュを決めたのは、2コースのビークスパイダー。個人的にはネオトライダガー PMC 推しなので、頑張ってもらいたい。さあビークスパイダーのレーンチェンジはどうだ？スムーズに通過して大きくリード。ヴァンガードソニックは内側レーンで追いつきたいところだけど、ストレート3個以上の差がついてしまっている。大きくリードしたままビークスパイダーがゴールへ。とここでレーンチェンジを通過したソニックが謎の加速。しかし届かずビークスパイダーの勝利。次は B グループ、第1レースはこの3台。第1コース、ファイターマグナム VFX。第2コース、レースジェンガー。第3コース、シャイニングスコーピオン。スタート。レースジェンガーが勢いよく飛び出したけど、インからシャイニングスコーピオンが追い上げる。しかしシャイニングスコーピオン、いきなりレーンチェンジでリタイアだ。残るは2台。レースジェンガーが明らかに速いぞ。シャープなフォルムが水の抵抗を受けにくいからか？まさか。なんとここでレースジェンガーもリタイア。一番遅いファイターマグナム1台だけになってしまった。どうやらファイターマグナムの穴開きボディは、水中では不利みたい。さすがにこの速度でレーンチェンジは厳しいか？いけるんかい。水中での速度と上陸のしやすさは別みたい。ファイターマグナムが1位でゴール。B グループ第2レースはこの3台。第1コース、ベルクカイザー。第2コース、プロトセイバーエボリューション。第3コース、スピンコブラ。スタート。ほぼ横並びのスタート。最初にレーンチェンジに挑むのはスピンコブラ。しかし残念ながら上陸できずリタイア。残るは2台。インコースのプロトセイバーエボリューションが引き離す。レーンチェンジはどうだ？なんとエボリューションも登れずにリタイア。ベルクカイザーだけになってしまった。水中速度の検証のはずが、上陸チャレンジになってしまっている。しかし今更どうにもできないのでこのまま突き進む。さあベルクカイザーのレーンチェンジ。頼む、超えてくれ。なんと全車リタイアになってしまった。かなり僅差ではあるけど、最初の直線で一番速かったプロトセイバーを予選通過とする。気を取り直して、B グループ最後はこの3台。第1コース、ブロッケンギガント。第2コース、ガンブラスター XTO。第3コース、ガンブラスタークスコスペシャル。スタート。なんか1台めちゃくちゃ速いぞ。ガンブラスタークスコスペシャルだ。FM だから速いのかと思ったけど、同じシャーシのブロッケンギガントと比較しても明らかに速い。穴開きボディだから？でもファイターマグナムの穴開きボディは遅かったし。全然わからんけどとにかく速い。ブロッケンギガントを周回遅れにしそうな勢い。そのままトップでゴール。なんだったんだ？最終 C グループ、第1レースはこの3台。第1コース、サイクロンマグナム。第2コース、ハリケーンソニック。第3コース、サイクロンマグナム TRF。スタート。サイクロンマグナムがスタートダッシュ。そのサイクロンマグナムがここで覚醒。一気に加速し謎のゾーン状態に突入。これはヴァンガードソニックが最後に見せた加速に似ている。そしてあっという間にハリケーンソニックを周回遅れにしてしまった。レーンチェンジも無事通過。最後までスピードを維持して圧勝。
たして今の走りを超えるマシンはあるのか。C グループ第2レース。第1コース、ディオスパーダ。第2コース、ファイヤースジェンガー。第3コース、バックブレーダー。スタート。最初に前に出たのはバックブレーダー。出走枠の都合で参戦させたけど侮れないぞ。なぜここまで差が出るのか。他の2台と違って、タイヤの後ろまでボディで覆われているから？インコースのファイヤースジェンガーが追い上げてきた。こちらは見るからにシャープで抵抗が少なそうなボディだけど、思ったほど速度が出ていない。ここでバックブレーダーが独走態勢に。2位のファイヤースジェンガーは若干失速気味。そのままバックブレーダーが1位でゴール。予選最終レース。C グループ最後はこの3台。第1コース、ビートマグナム。第2コース、バスターソニック。第3コース、ビートマグナム TRF。スタート。本トーナメントで唯一の、3台とも台形タイヤのレース。出だしはほぼ互角だったけど、インコースに入ったバスターソニックが引き離す。後ろの2台は横並び。バスターソニックのレーンチェンジはどうだ？無事通過するも今度はビートマグナムがインコース。ビートマグナムが一気に追い上げ、バスターソニックと並んだ。そして追い抜き、少しリードしたままレーンチェンジへ突入。スムーズに抜けたけどインコースから2台が追い上げる。これはかなりの接戦。最後は僅差でビートマグナム。以上で予選レースは終了。勝ち上がったのはこの9台。続いて準決勝行ってみよう。準決勝第1レースはこの3台。フルカウルミニ四駆第1弾。第1コース、マグナムセイバー。流線形のボディは抵抗が少ない。第2コース、スピンアックス。空気の刃ならぬ水の刃、それはウォーターカット。第3コース、ビークスパイダー。スタート。出だしは3台横並び。まずはビークスパイダーがレーンチェンジに突入。無事クリアして引き離すも、スピンアックスがインから迫る。一方マグナムセイバーはかなり遅れてしまった。スピンアックス、レーンチェンジでさらに前に出る。最終ラップ突入。トップは依然スピンアックス。後ろから追い上げてきたビークスパイダー。ここで瞬間的に加速。最終コーナーで追い抜き、逆転ゴール。準決勝第2レースはこの3台。棚ぼたで勝ち上がり。第1コース、ファイターマグナム VFX。ドルフィン双方は水中で進化を発揮する。第2コース、プロトセイバーエボリューション。なぜか速い穴あきボディの FM マシン。第3コース、ガンブラスタークスコスペシャル。スタート。ほぼ横並びのスタート。と思ったらガンブラスタークスコスペシャルが加速。なぜかレーンチェンジの頂点で止まりそうになりつつ通過。インコースからエボリューションが追い上げるけど追いつけない。予選ではレーンチェンジで止まってしまったエボリューション。今回は上陸できるか？無事通過するも、依然トップはガンブラスタークスコスペシャル。2位を一気に引き離し、独走態勢に。そしてそのまま約半周の差をつけてゴール。準決勝第3レースはこの3台。予選レースぶっちぎり。第1コース、サイクロンマグナム。水中。魚。第2コース、バックブレーダー。台形タイヤ代表。第3コース、ビートマグナム。スタート。スタートから最初のコーナーまではほとんど差がない。ビートマグナムのレーンチェンジでどうなるか。無事通過したけど入水で少し遅れた。陸部分がある水四駆では、上陸や入水のスムーズさも勝敗に影響しそう。ここでサイクロンマグナムが一瞬ゾーンに、インコースからバックブレーダーを追い抜く。そしてまた発動。予選のように持続しないけど、ちょいちょい発動している。そのままサイクロンマグナムがトップでゴール。準決勝終了。次はいよいよ優勝決定戦。決勝レースはこの3台。速さの秘訣はフロントカウルか3段ウイングか。第1コース、ビークスパイダー。安定した速さで B グループ圧勝。第2コース、ガンブラスタークスコスペシャル。水中でもカットビ、ゾーンに入れば最速？
第3コース、サイクロンマグナム。スタート。サイクロンマグナムがいきなりゾーン発動。しかしレーンチェンジで途切れてしまう。インからガンブラスタークスコスペシャルが追い上げ、サイクロンマグナムに並んだ。さらに追い抜きレーンチェンジへ。上陸には成功したのに頂上で止まってしまった。優勝候補がまさかのリタイア。そして離されていたビークスパイダーが、いつの間にか追い上げてきた。サイクロンマグナムに追いつきレーンチェンジ突入。上陸でもたついたけど無事通過。しかし最後は僅差でマグナムが勝利。というわけで水中最速トーナメント優勝は、サイクロンマグナム。さて、色々と考察はあるのだけど、一番気になるのは、何台かのマシンが見せた謎の加速。わかりやすかったのは、予選のヴァンガードソニックとサイクロンマグナム。2台のボディを見るとある共通の特徴がある。それは、角度がついた大型ウイング。水中のマシンはタイヤを空転させながら走っていたのだけど、大型ウイングのマシンは、何らかの拍子にタイヤがグリップすると速度が上がり、速度が上がるとウイングのダウンフォースが増して、さらにタイヤがグリップする、という循環が生まれていた気がする。もっと角度がついたウイングがあれば、この、ゾーン状態を常に発動できるかもしれないけど、今回走ったマシンには条件の良いブラックセイバー。可変ウイングを立てれば強いダウンフォースが発生するはず。ホームページではなぜか別のシリーズになっていたので忘れていたぞ。というわけでブラックセイバー行ってみよう。ウイングはこんな感じで最大角度にした。スタート。加速は他のマシン。急にゾーンに入ったぞ。しかも途切れることなく持続した。あれ？なんか途切れになっている。よく見るとフロントが浮いてしまい途切れているみたい。ちょっとリアのダウンフォースが強すぎたかも。というわけでウイングの角度をほんの少し寝かせてみた。これでどうなるか。スタート。うまくいけばゾーン状態が続くはず。あれ？発動しなきたー。ゾーン発動。ウェーブでちょっと途切れたけど、先ほどに比べてフロントの浮きが抑えられているので、長く持続できている。せっかくなので最後にタイムを測っておこう。今更当倍にすると遅く感じてしまうので、タイマーを2倍速にして計測。今度は途切れることなく周回できているぞ。最終ラップのウェーブもスムーズに通過。レーンチェンジも無事超えて、タイムは 38.8 秒。今回の検証では、ボディ形状による速度差や、ウイングによるダウンフォースが発生していることが分かった。トーナメントではサイクロンマグナムが優勝したけど、上陸チャレンジ等の不確定要素がてんこ盛りだったので、水中最速というには微妙な感じになってしまった。おそらく条件によって結果は全く違うはずで、例えばウェイトやタイヤ形状で空転を防ぐことができれば、ダウンフォースは弱いけど抵抗が少ないマシンが速い、とかありそうだし、水深の違いなどの条件でも結果が変わりそう。とにかく水4区はわからないことだらけなので、今後も色々と研究しながら開拓していきたい。それと市販ミニ4区の水4区改造だけでなく、完全オリジナルのマシン開発もやってみようと思う。こちらは安全面を考慮し、炭酸アルカリ電池 ×2 本で、それ以外は特に制限なしでやってみようと思う。あと毎回池を作るのはしんどいので、もう少しハードルが低い水4区コースも模索したい。いっそ、水4区タイムアタック壮行会、という形で、各コースでの参考タイムとマシンアイディアを出し合えば、発表会の場として面白いのではないかと思う。おまけ。今回近所の中学生が撮影を手伝ってくれたのだけど、彼の希望で水陸両4区を走らせることに、